こんにちは。今日は H2 の画質について紹介していこうと思います。で、具体的に何をやったかっていうと H2 と XS10 で写真を撮り比べてきました。もちろんね、同じ光の条件で同じ被写体の写真を撮ってきました。なので、今日の動画は H2 の4000万画素の写真と同じ X シリーズで一世代古いセンサーの写真を比べて画質の検証をしていく動画になります。はい、画質の検証なんですけど、今回は色とか、コントラストとかは、とりあえず一回置いておいて、画質の解像度っていう部分に注目をして見ていこうと思います。で、色とかコントラストについては前回動画編で紹介しているので、知りたい方はそっちを見てください。で、今回の検証方法なんですけど、H2 で撮った4000万画素の写真を S10 で撮った2600万画素の写真と同じサイズにダウンサイズしてそれを見比べていこうと思います。で、画素数の話をちゃんと理解できてないと、この先の話が分からなくなっちゃうと思うので、簡単に説明をしておきます。もともと H2 で撮った4000万画素の写真を2600万画素の写真と同じサイズにする。だけど、写真の大きさは同じなんだけど、そこに写ってる写真はもともと画素数が多い状態で記録されてるわけですよ。はい。で、画素数が多いってことは、簡単に言うと粒々の数が多くて細かいってことなんですけど、その粒々の数が多くて細かいってことはそれだけより細かく鮮明に記録してるっていうことなので、その違いを見ていきましょうっていうそういう話です。はい。わかりましたかね、伝わりましたかね。要するに動画でいうところの普通に、フル HD で撮影した映像よりも、4K で撮影した素材をフル HD に変換した映像の方がより綺麗ですよっていう、それと同じです。はい、大体それと同じ原理だっていうふうに理解してもらって間違いないです。はい、じゃあね、写真を見ていこうと思います。はい、最初はね、ロングショットの円形から見ていこうと思います。で、これが H2 の写真。で、同じ写真を S10 で撮ったのがこれ。で、このサイズだとね、違いがちょっと分かりづらいので、等倍で比べてみようと思います。はい、これが等倍表示の写真で、こうやって並べてみるとね、ここのね、窓というかベランダの枠のラインが H2 はかなりシャープというかクリアに映ってる。で S10 も十分改造はしてるんですけど H2 の方がワンランク上というか一段高いレベルで改造してるなっていう印象です。で次にね、ミドルサイズで比べていこうと思います。はい、これが H2 でこっちが S10 で、これも等倍で並べるとこんな感じで、こうやってね見ると S10 の方はねかなり頑張ってる。ここのね看板の文字が若干 H2 の方がくっきり見えるかなぐらいの差で S10 はねかなりいい勝負してます。はい。で他の場所を見ていくと、これが H2、S10、H2、S10、H2、ほぼほぼね同じような見え方なんで、ちょっとね逆に S10 すげえなっていうふうに思いました。はい。で
さっきのねロングショットと、あとこのミドルサイズぐらいの距離感だと、細かいところの違いが分かりづらいので、次はね、もっと近くの距離で、細かい部分を比べていこうと思います。はい、いきなりのお人形さんなんですけど、これが H2 でこっちが S10 並べるとこんな見え方で、これはねかなり違いがはっきりと出ていて、このお人形さんは木でできてるんですけど、木の木目というか、素材感というか、細かいザラザラした部分までね H2 はしっかりと写ってる。で S10 もね、十分改造はしてるんですけど、細かい木のザラザラしたところまでは写せてない。だから、お花とかねこういう細かい写真を撮る人には、かなり違いが出てくるので、H2 はそういった人にかなり向いてるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次はね、コントラストの強い状況で比べていこうと思います。でこの写真ではダイナミックレンジを見ていこうと思います。で今見てもらってるのが H2 でこれが S10 H2 S10 H2 S10 H2。 ダイナミックレンジはねほぼほぼ差がない。若干 S10 の方が幅が広いかなってぐらいで、でもね言われないとわからないくらいなので、ってことはですよ、画素数が多いにもかかわらずレンジが同じような見え方をするってことは、H2 の解像度がかなり高いっていうことなので、画素数が多くて解像度が低かったら同じようには絶対見えてこないので、なので、H2 の解像度はねかなり高いレベルにあるなっていうふうに思いました。はい、ここでね、ちょっと実験を挟もうと思います。実験の内容は4000万画素イコール綺麗ではないっていう内容です。今見てもらって、H2 の4000万画素の方が綺麗に写ってたことは、分かってもらえたと思うんですけど、これは画素数が多いイコール綺麗ではないっていうことです。じゃあどういうことかっていうのをこれから実験して説明していこうと思います。これがねさっき見てもらった H2 で撮った4000万画素の写真です。で、同じ写真をもう1枚撮っているんですけど、これも H2 で撮った4000万画素の写真です。でこの2つを等倍で比べるとこんな感じで、同じ4000万画素でも全然写りが違うのが分かりますよね。でこれは何が違うのかっていうと、レンズが違います。左が4000万画素の対応レンズで、右の方が非対応のレンズで撮影をした写真です。明らかにね、こっちは改造できてない。はっきり言ってしまうと、4000万画素で非対応のレンズで撮るよりも XS10 の2600万画素で撮影した写真の方がよっぽど綺麗です。なので何が言いたいのかっていうと、4000万画素イコール綺麗ではなくて、4000万画素で写真を撮るんであれば4000万画素の領域をカバーしているレンズを使わないとダメですよっていう、そういう話です。そこで初めて4000万画素の画素数が生かされるっていう、そういう実験です。以上がね、H2 の画質の検証でした。で、自分の実体験なんですけど、写真に関しては、H2 の画質は、画質というか、H2 の解像度は、かなりね、優秀だと思います。
パソコン上で見てもねかなり違いがわかるので、すなわちね、写真をプリントとかしたらより違いが出てくるはずなので、もちろんあれですよ、大きいサイズですよ、はがきサイズとかそういう小さいサイズじゃダメですよ。はい。なので、H2 の解像度に関しては、不満が出てくるって人は、おそらくいないんじゃないかなっていうふうに自分は思います。はい。ただね、動画撮影に関してなんですけど、前ね、自分は H2 で撮影した、動画を出してるんですけど、高感度の撮影は、あまり良くなかったです。はい。どう言ったらいいかな。はっきりと言ってしまうと、高感度の撮影は、XS10 の方が綺麗に写ってました。はい。これは動画の話ですよ。はい。で、まだね、写真で高感度の撮影っていうのは自分は試してないんですけど、おそらくね、原理的には写真でも同じことが言えると思うので、高感度撮影がメインになる人は、H2 は、買ったらもしかしたら後悔するかもしれないです。はい。逆に言うと低感度から常用域の感度で使う分には、全く問題はない。むしろ、より鮮明な画質が得られるので、そこはね十分満足できるんじゃないかなっていうふうに自分は思いました。はい、じゃあね今日は H2 の解像度の検証動画でした。ありがとうございました。さようなら。